リーは助手に半ば強引に誘われ、気分転換にゲームセンターへ連れて行かれた。仕事を忘れさせようと、助手はリーの携帯の電源まで勝手に切ってしまう。帰宅中に携帯の電源を入れたリーは愕然とした。画面には銃からのメッセージがずらりと届いていた。リーは慌てて助手の夕食の誘いを断り、別れを告げる。だが振り返ると、部屋の前には銃が立っていた。楽しそうに帰ってくる2人の姿を見ていた彼は、不機嫌なままもう帰ると背を向ける。銃の腕をとっさに掴んだリーだったが、さっき他の男に振っていたその手で俺に触るなと冷たく言い放ち、その場を去ってしまった。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。残されたメッセージを読み返したリーは、銃が自分を心配しながら3時間も待ち続けていたことを知る。いても立ってもいられなくなり、雨の中を傘も持たず彼の家へ走った。ずぶ濡れになったリーを見た銃は、積もり積もった嫉妬をぶつけた。他の男と楽しそうに帰ってくる姿を見せつけられ、理性は完全に限界を迎えている。閉まりかけたドアを手で止め、片足部屋へ踏み込んだ瞬間、銃は抑え続けてきた思いを一気に解き放った。今日は優しくできない。そう告げると激しくリーを抱き寄せる。その夜、銃は普段自分が飲んでいる睡眠薬をリーにも渡す。どちらも長い間まともに眠れない日々を過ごしていたからだった。翌朝、2人はリーの父の事件資料を改めて整理していると、当時被害者の息子が事件当日、うとうとしながらドアが4回開閉する音と暗証番号を2回入力する音を聞いていたと証言していた。リーは本人に直接会って話を聞こうと提案するが、銃は珍しく動揺し、相手がリーを殺したいほど憎んでいることを理由に強引に話を打ち切った。ちょうどその時、 DNA 鑑定を依頼していたリーのもとに鑑識から新たな報告が入る。現場に残されていた遺留品の DNA は上部張本人とは一致しなかったものの、彼と親子関係にある人物のものだと判明した。2人はすぐに容疑者のウーを取り調べ室へ呼び出したが、どれだけ問い詰めても彼女は口を割らない。休憩中、リーが自動販売機で飲み物を買おうとすると、偶然居合わせた助手が先に支払いを済ませてしまう。そこへ遅れて現れた銃は、その飲み物が助手から渡されたものだと知った瞬間、リーの手から奪い取り、その場で一気に飲み干した。そして感情を押し殺すように低い声で二股かと言い放った。慌てて追いかけたリーは必死に否定するが、銃の嫉妬は止まらない。助手とはデートに出かけたのに、自分とはいつ行くつもりなのかと問い詰め、リーへの独占欲を隠そうともしない。再び尋問室に戻ると、息子の存在を突きつけた瞬間、ウーは我を失い銃へ襲いかかる。その場で取り押さえられ拘束された。リーが銃の身を案じると、彼は襲われたのがリーではなく自分でよかったとさらりと言ってのけた。その日も2人は遅くまで事件を追い続け、帰宅しようとしたその時、銃は突然リーとの距離を詰め、今夜はお前の家に帰ると告げた。リーの部屋では声を抑えなければ聞こえてしまうと言われ、リーは返す言葉を失う。しかし2人が駐車場へ向かうと、そこにはウーが待ち構えていた。自分の秘密を暴かれた報復に、今度はリーの前で銃の秘密を暴こうとしていたのだ。嫌な予感がした銃はこれまでになく動揺する。そしてウーの口からリーが知らなかった銃の本名が告げられた瞬間、リーの表情は凍りついた。目の前に立つ銃検察官こそ、父が殺したとされる被害者の息子だという事実を突きつけられた。傷ついたリーを前に、銃は何も言えず、ただ立ち尽くし、ゆっくりと離れていくリーの背中を見送るしかなかった。ようやくリーの名前を呼び、引き止めようとした時には、彼の心はすでに取り返しがつかないほど砕け散っていた。また次回お会いしましょう。ではでは。